日の話は、スクモの天地黒船騒動の一席。時は慶応2年7月、11代宿毛領主伊賀氏里様の頃、小雨そぼ降る中、土佐は西の端、大月の天地浦に突如、黒船が現れました。この黒船の長さはおよそ90メートル、甲板からは巨大な大砲が4門のっそりと突き出ておりました。船体には腐食を防ぐためのタールが塗られ、その黒々と光る様はまるで大きな怪物が人々を飲み込むように見えます。淡路の浜にいる村人たちは大きな騒ぎとなりまして、ありゃなんぞ、化け物かとこわごわ見つめる中、村役人は小舟をこいでゆっくりと黒船に近づいていきました。おい、御社ら、どこの誰ぞ Ahoy there! Who are you? 何しようがじゃ What are you doing there? 何ようかわからん I don't know what you're saying too. まるで自動翻訳機のようなお互いに英語と日本語で同じことを言ってるんですが、全く話が通じておりません。このようなやりとりを繰り返すうちに、群れ役人は黒船から一枚の書状を受け取れます。その書状を開くと、我らは英国船サーペンとなり、潮岬に灯台を作るので、その場所を探していると書いてありました。群れ役人は、宿毛領主の伊賀様へ急ぎ伝令を走らせました。その重役たちは眉を潜め、いや全く、これは一体どういったことじゃ。土佐藩からは、異国船を打ち払えと命じられておる。下手にやりおって、エゲレスと戦争にでもなったらことぞ。と、けんけんがくがく議論したところ、最終的に打ち払いを決定しました。しかし、伊賀家の財政は逼迫していたものですから、わずか歩兵2小隊に小銃20丁というなんともお粗末な部隊で出陣することと相なりました。翌日の昼過ぎ、淡路の浜に到着した一行は、あんまりに大きな黒船に圧倒されてしまいます。しかし、大将橋場左前、ひるまずすぐさま攻撃を仕掛けようとしたところ、本日の人物が出てきました。お待ちくだされ。と止めに入ったのは、年の頃は27、8、若くして目付役にまで出世した竹内綱でございました。この竹内綱という男は、文武両道、兵法を好み、理財にも長け、大正交渉から物事を見極められる優れ者でございました。見ての通りの多勢に無勢。まずわしが偵察に行ってきますけん。ちょいてくだされ。そう言い残して、一人そろそろ小舟を漕ぎ、黒船に近づいていきました。黒船を見上げると、おい、エゲレスの人 Ahoy there, samurai! Come aboard! と何を言うているかはまるでわかりませんが、手招きしています。下ろされたはしごで甲板に上がると、出迎えたのは、熊のように背が高く、髪は茶色、目が青い異国の紳士でございます。紳士は笑顔ですっと手を差し伸びました。綱が驚いて、これはシェイクハンドというやつだな、と合点した。紳士の手を両手でがっつりと握り、ブンブンブンと振りました。そして船内のテーブルに着くと、和番英語船という辞書を使い、どうにかこうにか身振り手振りを交えて話し始めました。
まず竹内綱が、ここで何をしているか、灯台を作るために測量をしている。いつ去るのか。明日の朝。と聞いた綱はほっと胸をなで下ろした。これは助かった。武力で追い出すのも勝手に出ていくのも結果は同じですよね。これなら攻撃しなくて済みそうです。すると紳士は何やらトクトクトクとグラスに注ぎ入れた。紅白の液体、かぐわしい香り。これは本場イギリスのシェリー酒です。A toast to our friendship。うわぁ、うまそうや。いや、しかし、異国人と杯を交わすわけないかんと迷いましたが、そこは酒好きのスクモー人、飲みたい気持ちが抑えられませんね。それがしは仕事中ではありますれば、Cheers! 仕事中ではあるんですが、Come, come, you can have just one. そうですか？そこまでおっしゃるなら、と綱はついにグラスに手を伸ばして、でもまあ、ほんのちょっとだけ、とうとう誘惑に負け、飲んでしまいます。なんとも言えない深い奥の香りとスピリッツ。皆さんも、ちょっと喉が渇いてきましたか？綱は、一息でグラスを開けました。これやお前。こんなの初めてじゃ。How about some champagne? 今度は別のお酒を進んでいます。いやいや、もうええですけん。Come, come. You can have just one more. そうですか。じゃあ、ほんまにちょっと味見だけ。綱は新しい酒を口につけると、おう、これはまた違った味わいでええですな。もったいないけん。最後までまた一息で飲み干します。こんな調子で何杯もグラスを開けてしまったのです。千鳥足となって黒船から降りた綱は事の次第を報告し、攻撃は見合わせることとなりました。皆さん、このお話はええですね。しかし、ここで終わらないのがこのお話でございます。さて、開国か上位かで国中が揉めている最中、宿毛は土佐の橋とはいえど、武智半平太や岡田伊蔵など上位派の息のかかった土地柄でございました。綱の態度を心よく思わない小隊長の一人が、重役たちに密告しようと一足先に宿毛に帰ったのです。何も知らない綱は淡路から帰るとすぐに取り調べに引き出されてしまいました。取り調べで小隊長の話を聞かされて、重役たちはカンカンでございました。その方にはうち腹を命じちょったにもかかわらず、あろうことか黒船で酒を飲み、飲んだくれるとは一体どういう了見や。まったくもってけしからん。不届き千番。切腹にいたす。それまで閉門蟄居しておれ。閉門蟄居とは、今といえば自宅謹慎でしょうか、もしくはもっと厳しい緊急事態宣言でしょうかね。なんと竹内綱は無謀な争いを避け、黒船を追い出したのに切腹に命じられたのです。追い詰められた竹内綱は
おとなしく観念するような男ではありません。頭でっかちのわからずやどもめ、しょうもない。いざとなったら脱藩してやる。宇和島半島の国境は幸いにもすぐ目の前じゃ、とブツブツ言いながら時を見計らっていました。さて、切腹といっても腹を生きただけで死にませんから、解釈が一瞬にして首を切り離して命を絶つのです。切腹の解釈に命じられたのは老奉行の加藤伊之助です。加藤は驚いて、そうですか？嫌ですよ。で、罪人は誰ですか？目付け役の竹内綱じゃ。それは重たいな。弱ったどうしよう。てんでやりとうないの。平和でのどかなすくもでは、切腹なんてめったとありませんから、心の準備ができていません。その上、罪人は幼なじみの綱という。重役は、切腹はいつできるかと言われたら、加藤は帳面を開きながら、ですね、はい。次の日は、友引きで縁起が悪いですのでダメですね。この日は、形状の草刈りをせんといかんし、この辺りは、おばが死にそうなのでご勘弁ください。おばは体が弱いんですよ。で、この日は、また別のおばの葬儀です。なんだかんだぬらりくらりとこんな調子でずるずると引き伸ばしておりました。そのうち、高知の宿毛屋敷からある知らせが届いたのです。淡路を出港した黒船は須崎の港にも立ち寄り、大いにもてなされたとか、卵や牛肉など手土産まで渡されて送り出されたという。おまけに藩主の山内陽道公もこれをお認めになったそうです。土佐藩が黒船を打ち払わないのなら、綱を切腹させる意味はなくなります。こうして竹内綱の切腹は判決から10日目にして取り下げられることとなりました。これからの竹内綱は実業家として後藤象次郎や板垣大輔などと一緒に成功していくのです。ますます面白いお話ですが、今日のお話はここまでです。本日は宿毛の淡路黒船騒動の一席。お時間